で、これのうん。リンクうん。を、うん。これのリンクを貼りたいんだけど、どうすりゃいいんだ。カスタマイズ。これだ。これのコピーして、で、で、こっちのうん。コメンコメントに。ト欄に、はるかさんだって。頑張ってくださいってきた。すいません。新しくリンクを作りました。それを固定すればいい。エンターで、固定。で、 OK。で、これでいいんだ。あ、来た。で、こっちもう始まってるんだよね。うん。あ、で、これ始まってる？始まってるよ。ほで、なんだっけ。うん正解。うん。すいません。ちょっとお待ちください。始まってるってみんなで言ってくれてる。難しい。難しいな。ね。あ、多分ね、設定が多分ね、難しくて、予約がよくわかんないんで、すいません。なんか、手こずって。よし。あ、でもすごい。これ9人ももう見てくださってるってこと？そうね。ちょっと初めてインスタじゃなくて、うん YouTube ライブをするので、あ、でもこれで見れてるんだ。見れてるんじゃない？すごい。緊張するね。ちょっとこの、なんでできなかったね。まあいいや、それ後で調べる。後で調べる。うん。で、うん。これで、うん。いいね。OK。OK。お待たせしました。予約だとうまくできなかったね。ね。ちょっと次回、うんまた反省して。はい。おちゃびさん、こんにちは。こんにちは。あ、小野さん、こんばんは。ロナウドカットナイス。クリロナになった。昨日、髪を実は切ってきまして、ポルトガルだから、ポルトガルのなんかローカルな床屋に行って、どんな感じって言われたから、ポスターが、もうなんかクリスチャン・ロナウドのなんかいろんな時の写真があって、なんかクリロナ一択だったの。どのクリロナそう、にする？どのクリロナにするって言われて、じゃあなんか、いつだろうな、若かりし頃のなんか横顔の写真があったから、これでって言ったら、これになった。チャボさん。あ、ドンさん、こんばんは。そっか、日本は夜の8時。大河ドラマが今ちょうど始まっちゃって。あ、裏番組で。裏番組。うちのお母さん多分そっち見てるから見てない。こっちが裏だ、大裏だよ。予約の方は固まったまま。あ、そうなんだ。もう、まあいいや、後で調べよう。ね。うん。まあこのコメントの方からこっちに飛んできてもらえればいいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。はるれいかさん、こんにちは。あ、はるれいかさんね。はるれいかさん。ビール届いたかな？ね、ビール、ね。あ、元気です。すいません、なんか、インスタをご覧いただいている方はご存知かと思うんですけれども、
今35カ国目のポルトガルにいて、YouTube とはちょっと時差がかなりあるんですけど、まあ実はパスポートを盗まれまして本来の予定では、うんもう昨日のうちに隣のスペインうんにいる予定だったんですけど、もう無期限延期うんで、まあ、国外出れないからそうね。ね、パスポートが、スリに会いまして、それが一昨日かまだ。おと違金曜日うよ。あ、金曜日一昨日か金曜日。違う、もう釣られた木曜日だよ。あ、そうか。うんそうだ。で、そこから警察行ったりう、ん大使館行ったり、日本の家族に連絡をして、あれやこれや書類を送ってもらったりで、うんちょっとバタバタの金曜日だったんだけど、まあちょっとおかげさまで日本国大使館の方々のご協力もありながら、うん今週の水曜日かな、うん25日の午前中に新しいパスポートをいただけることになりました。よかったね、本当に。まあ、詳しいのは後で話すか。そうね。すごい、16人も入ってる。そんなダラダラ、ね、だらだらと。話してもしょうがないからね。いや、本当に良かったです。まあ、なんか今日、まあ、そんなわけでね、ポルトガルも観光は仕切っちゃったから、ゆっくり過ごすっていうになって、あ、そう、例の、これアイスランドのボーナスティー、大好き、私たち。だから、まあなんか天気もね、悪いし、YouTube ライブやってみたいねってずっと話しててね。せっかくだし、ちょうど半年も経ったし、やろうかっていう感じです。そうね。で、一応半年、4月の前半、4月の8に出発をして、で、10月で丸々半年、6ヶ月経ったから、まあ、自分たちの思い出というか、記憶もブラッシュアップしながら振り返っていきたいなと思って。ね、なんか質問とかあれば全然コメントしてください。なんか自分有名人なんか申し訳ない。申し訳ない。申し訳ないな。申し訳ない。一応なんか世界一周半年どういう風に回ったかのは、まあ、細かい国は概要欄に書いてあるんですけど、大まかに言うと、まあ、フィリピンからスタートして、アジア回って、そこから中東行って、でアフリカ回って、今のヨーロッパっていう流れだね。35も行ったかっていうね。ね、だって6ヶ月で35だから1ヶ月、1ヶ月4か、5か 5? いや、6 だ。6カ国ペース、だから週1以上だよね。ひなこだひなこ。あ、野さん、イスラエル、そうなんです。イスラエルとパレスチナ。私あれ、5月、今ちょうど YouTube の配信っていうか動画が上がってると思うんですけど、行って、まさかそのね、半年足らずでこんな情勢になるとはって。そうね。びっくりしたね。なんか行った時はさ、まあ、確かにイスラエルめっちゃ軍隊いるなみたいな、でっかい銃持ってる人いるしと思ってたけど、別に暴動とかデモとかもね、見なかったし。そうね。むしろ他の途中行ったアジアとかよりは全然治安いいなと思ったし、まあ治安もいいし、物価も高いし。物価めっちゃ高い。マックのチーズバーガーセット1800円。1800円したな。とか、まあデジタル社会だし、すごい進んだ国だなと思って。IT 国家だったね。ひなこの質問。アイナは前髪だけ自分で切ってて、あと伸ばしっぱなしです。これでかくなってきたの？そう、お団子がね、多分今の YouTube 上がって動画よりめっちゃでかく成長してるんだよ。こうやって重たくってこうやってなんだよ。まだなら。そうなんですね。じゃあちょっと前半の行った国のなんか振り返りをしようか。前半が行った国がフィリピン、シン
ガポール、インド、オマーン、UAE、イスラエル、キプロス、ヨルダン。あとパレスチナ。そう。イスラエル、パレスチナ、キプロス、ヨルダン。ここまでかな。まあ、フィリピンは、そもそも3年ぶりぐらいの海外だったね。そうだね。コロナ中行ってなかった。行けなかったからね。だから、そもそも成田空港に行くっていう、成田空港の国際線に乗るっていうのがめちゃくちゃ久しぶりで、いろいろ忘れてたよね。忘れた。そっか、ここでパスポート見せるんだとか。あと、ラウンジに感動した。ラウンジ感動したな。韓国のプサン乗り継ぎで行ってね、うわ、生ビール飲めるんだ。うわ、辛ラーメン置いてるわ、みたいな。その辺で、うすうすもう感じたけど、コロナは終わってるんだなって。もう韓国行って、で、フィリピン着いて、コロナの話も出ないし、誰もマスクとかもしてないし、もう世の中は終わってるんだなって思って。で、それ以降だよね。それ以降、一回もないよね。マスクしてるとか、なんか制限を受けたとか。一回シンガポールからインド行く時の飛行機で、マスク着用お願いしますって。でも持ってないって言ったら、そうですか。みたいな。どこの国のご飯が一番美味しかったですか？どこだろう。飯はね、でもここのポルトガルは美味しいね。確かに、ポルトガルめっちゃ美味しい。なんか日本と似てるよね。魚介を食べるし、あと米も食べるし、美味しいね。あとやっぱ無難だけど、私イタリアのご飯は好きだった。やっぱね、魚食べれる国はね、美味しい。そうね、魚食える国がだいぶ限られてて。海沿いだとね、食べられたりするけど。肉はダントツでアフリカかな。タンザニアか、ザンビア。やっぱ牛肉がすごい安くて美味しいんだよね。ビーフジャーキーとかステーキかと思った。ね。肉部門はもうアフリカ、ザンビアだな。ザンビーフうまかったしな。安いしな。牛肉はアフリカ。魚はやっぱヨーロッパ。イタリアか、ポルトガルか。今回行ってないけどさ、前行ったクロアチアも魚美味しかった。美味しかったね。トゥロンってなんだっけ？トゥロンってなんだっけ？ドンさんの。トゥロンってなんだっけ？じゃあ調べてる間に、春麗華さん、なんでいつもそんなに肌が綺麗なんですか？だってでもなんか、お母さんとイタリアで会った時に言われたのが、日本にいる時よりも肌綺麗になったって言われてて、基本的にファンデーションを塗らなくなった、日焼け止めだけで、ファンデーション塗らないから肌の負担が少ないのと、あと化粧水もつけてなくて、ニベアの青缶だけで、しかもそれニベアの青缶も飛行機で没収されたから今何もつけてなくてそっちの方がなんか綺麗になりました。どこで没収されたの？どこだっけ？あれだよ、アイスランドのノルウェー初のノルウェーの空港で没収された。ちょっと大きすぎだねって言われた。ちょっと待ってください、最後つってこうやってさ、バーって。最後手だけでも手荷物に入れちゃった私が悪い。あれだ、セブで、コーラ先生が作ってくれたバナナ春巻き。あれ美味しかったね。あれトゥロンって言うんだ。ね、初めて知った。一番お気に入りの国はどこですか？奥川さん。たつさん、はい。いやー、一番お気に入りもアイスランドでしょ。アイスランドはずっと行きたかったから、期待値も高かったし、アイスランドは自然もすごいし、物価が異常に高いんだけど、このボーナスっていうスーパーだけはこう日本のスーパー並みで、
ずっとエアビーで自炊もしてたから、で、あいにくオーロラは見えなかったんですけど、そうだね。まあそういうのも込めて、また来いってことかなっていうので。なんかドライブしてるだけで景色が綺麗すぎるからさ、楽しいよね。そうアイスランドは車借りて、日本人の仲間募って、リングロードって言われる国道1号線をずっと一周、10泊?10 泊しながら回って、ずっと景色も氷河が出てきたり、滝が出てきたり、なんか岩肌が出てきたりみたいな、飽きず。私はナミビアかな。ナミビアか。アフリカのナミビア。まあ、これもさ、アイスランドと一緒でロードトリップ。そうね。レンタカーを借りて自由気ままに回ったっていうので、まあ、なんかナミビアに自分たちが求めてたアフリカのこれをしたいっていうのが全部詰まってた。なんか動物も見れたし、砂漠も行けたし、あとはなんか民族、ヒバブ族、ヒンバか。ヒンバ族っていう民族にも会えたし、で、片や都会、まあ、ヨーロッパ、もともとドイツの植民地だったから、ヨーロッパみたいな綺麗な、なんかアフリカのシティ、街並みも見れたしで、もうナミビアは全部とか全部あったな。あと、ビールが安い、グミが安い、お肉が安いでも完璧。だって1パイントの生ビール200円。200円だったな。ハッピーアワーだと160円。で、こんな分厚いビーフジャーキーの塊、自分でナイフで食べるやつが150円ぐらい。そのビールと、ね、ビーフジャーキーの塊をちょびちょび食うので、一生飲めるからな。1000ベロじゃなくて300円ベロ。300円ベロだよ。ナミビア良かったな。ナミビア良かったね。いやでも2人も一だよね、アイスランドとナミビア。ナミビアはワンツーだね。なかなか行けないしね。なかなか行けないし、日本から。やっぱね、ケニアとかタンザニアは、なんかイメージがついてたから、なんだろう。マサイマラ国立公園のツアーとか行ったけど、まあ大草原にトラ、ライオン、シマウマみたいな。見れたらすっごい感動するんだけど、まあ、なんだろうな。予想通りというか。まあ、なんか答え合わせか。そう。ナミビアはさ、ナミブ砂漠からの夕日めっちゃ綺麗だったね。朝日ね。一番驚いた国。いや、インドだよ。インドだね。はい、インドは、じゃあ、そんなにいるつもりはなかったんですけど、3週間も滞在していて、毎日が予想の範疇を超えてくる出来事が起こるから、なんかね、新鮮だった、毎日。なんでっていうことが毎日起こるな。例えば、なんか道路工事中で、瓦礫がこんもりとちょっと山になってるところに、多分いい角度だったんだよね。おばちゃんがこうやってお昼寝してて、穴に入って。なんでみたいなのとか。なんか列車に乗ってテーブルがあって、そこに YouTube でも載せたと思うけど、おじちゃんがこうやって寝てて、まあ自分の席だのかなって思ってたら、出発前におじちゃんそそくさどいて違う席に座って、その後ね、ヨーロッパから来たお上品なご夫婦がね、ランチその上でしてて何も言えなかったけど。エキサイティングカントリーだね、あそこね。エキサイティングカントリーだね。あとめっちゃセルフィー求められる。自撮りね。何なんだろうね。インドの屋台飯は選んだ方がいいと思います。お腹壊す基準は、私の中の基準は、まず火が通っているもの、揚げ物だけ焼いてあるとかと、あと人気店、ローテーションが早い。だから食べ物がずっと放置されてる。もうどんどん新しいのを作ってお客さんが買いに来るっていうところ。まず異常な数のハエがたかってるよ、基本的には。基本ね、気にならなくなるぐらい。
で、それをバンってやってこうやってくるから、おーってなるんだけど。でもさ、よくお腹壊す話が、ラッシー、ヨーグルトの飲み物。あれでお腹壊す人何人か聞いたことがあるから、ラッシーは避けてた。氷入ってるよね、あれね。あと乳製品。インドは暑い中でずっと置いてあるから腐っちゃうんじゃないかな。もう、なんか多少のハエに関してはもう慣れないとあれだし、道には牛のうんちだらけだから、たまに牛じゃなくてなんか明らかに人間っぽいやつも。インドを歩くときってさ、牛のうんちがいっぱいあるからさ、もうなんか避けるの難しいから、乾いてるうんちを探して、それを踏んでいくっていう歩き方だった。そうね。新鮮なうんちは避けて。ちょっと化石化しているところを歩く。インドは驚きだったな、驚いた国で言うと、でもそれで言うとやっぱイスラエル、パレスチナは、こう、宗教に疎いから、その、まあ、当たり前にどの宗教なのっていうふうに聞かれるけど、その、宗教に関する知識と、そもそも自分たちが宗教っていうところに触れてないから、会話がまず宗教に関する意見を求められても何もできなくて、でその意見を持ってないことも失礼なんじゃないかみたいな感じで、ちょっとだいぶ勉強したよね。すき焼きがね。こんばんは、いつも楽しく見てます。ありがとうございます。ケントさん。そう。で、イスラエルは、キリストと、イスラムとユダヤの3つの宗教の聖地だから、それぞれ聖地は見に行ったけど、その当事者ではないからさ、絶対に気持ちは分かんないじゃん。けど、そんなに本気でそこの場所を求めてきてる人たちが集まってたから、なんか、驚いたっていう意味では一番驚いた国かもしれない、イスラエルが。アイナさんと同じ職場でしたって。ちょっと後で個別でメッセージください。ケンピロさん、世界一周するって言った時の親の反応やどうやって説得したか参考までに詳しく聞きたいです。うちら世界一周行くっていうのをさ、両家顔合わせのさ、新橋の第一ホテルで言ったんだよね。で、それまで和やかに両家ね、食事してたのが一気に空気が変わって、マジかマジかみたいな感じで、なんか、両方とも親からすると、その世界一周に行くっていうことはあんまりピンときてないんだけど、世界一周に行く上で、私たちが2人とも会社を辞めて無職になるっていうのは、やっぱりイメージが湧きやすいらしくて、それに対しての反対、本当に仕事を辞めていきたいのか、本気なのかっていうのと、仕事を辞めて大丈夫なのかっていうところがすごい大きくて、反対っていうよりかは本気で行きたいのかみたいなところとか、心配、仕事は大丈夫かっていうのが大きかった。で、一旦その場はね、いや、本気ですって伝えたんだけど、ちょっと時間待って解散っていう感じになって、で、そのうち結婚式先にやるから準備してる間にコロナになって、で、ちょっと無期限延期にしますっていうので、一旦親も、そうかそうかっていうので、なしになったんですね。で、コロナが明けてきた2022年ぐらいに、そろそろ来年行けるんじゃないかっていうのがあって、改めて両親に話して、で、両親も2年前に言ってたことをね、同じことを言ってるんだから本気だろうなっていうので、だったらしっかり準備して行っておいでっていうのはなったよね。そうだね。
多分両親も両親の中で、うちのお母さんとかは、友達にも言ってたらしい、娘がこんなこと言い出して、どう思うっていうので、知らんそうで、お母さんの友達は、なんか、めっちゃいいじゃんみたいな反応が多かったの、友達。めっちゃいいじゃんみたいな。楽しそう。なんなら一緒に行けばいいじゃんみたいな。なんかそういう反応が多かったらしくて、お母さんも、あ、そうなの？だったら私も海外旅行行っちゃおうかなみたいな。なんで反対してたんだろうみたいな。みんなそんな感じみたいな。で、話聞くと、実はお友達の娘さんとか息子さんとかも留学行ってたりとか、実は海外旅したことあるとか、海外で結婚して移住してるとか、そういうのも多くて、なんか意外といけるんじゃないみたいな。で、あとは仕事の面の不安に関しては、私が転職エージェントをずっとやってたから、強じゃん。今この年齢で2人ともこういうキャリアがあって、たとえ1年のブランクがあったとしても、この年齢ならまだリカバリーは効くし、逆にこれがあと5年後10年後ってなった時にもっと効かなくなるし、でも私たちはずっと生きたいって言い続けるし、だったら早い方がいいですよっていう、なんか詐欺まがいの詐欺まがいではねえけど、でもその職業柄説得力はあるし、でもやっぱり少ないですが、ピールのおつもり代として使ってくださいだって。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、ケントさん、ほら。ランチ時に。買った。ありがとうございます。ビール飲みます。最初だよ、これ最初の。そうなんだ。じゃあ会ったことあるってこと？普通に働いてた。一緒に。よかった。ありがとうございます。ちょっとうるっときましたね。そうだ、そう。言ってたね、ランチ。その会社をさ、辞める、その同じ職場だった、じゃない？会社を辞めます、世界一周に来ますって言った会社の人の反応はどんな感じだった？最初、直属の上司に行った時は、それ1年間じゃなきゃダメみたいな感じで、例えば3ヶ月とか1ヶ月とか休み、うちの会社だったら頑張れば取れたり、そのリモートで仕事したりできるから、働きながら旅するっていうのはどうとか、いろいろオプションを言われた。辞めない方向で。そう、辞めない方向でみたいな。せっかくここまでキャリアとか成果も出してきたし、もったいないんじゃないっていうのは言われたけど、最終的には応援してくれた。なんか今しかできないことと、夫婦2人で決めたことだし、価値観も変わるだろうし、いずれまた一緒に仕事できたら嬉しいねみたいな感じで送り出してくれた。すごい優しかった、職場の皆さん。なるほどね。で、話聞くとなんか、実は僕も若い時バックパッカーしてたんだよねっていう上の人だったりとか。嬉しいね。話してて、なんかいいなって言われるのが多かった。ケントさんもいいなって言ってくれてたのかな。いいじゃんみたいな感じ。基本反対してくる人はいなかったんだよね。いない。いい職場ですね、本当に。いい職場。入れ替わりがいい意味である会社だったから、人の新しい人が入ってまた出てって、中には出戻りでまた来る人もいるし。だからあとはみんなさ、転職市場知ってる人たちだから、いいんじゃないみたいな。全然1年なんて楽勝よじゃないけど、いけるよみたいな。すごいね。すごいポジティブなことを言ってくださった気がします。っていう感じだった。そうね。うちも職場もそうだし、両親も世界一周に関しては多分ピンと来るっていうのは多分難しいから、やっぱり1社目を辞めること、大学まで出て新卒で入った会社に勤め上げるっていうのは基本的な生き方だっていうのがやっぱりあるから、
だからうちの両親もそこを気にしてたけど、結局転職したんだよね。そう、コロナの中に、その世界一周行く行かないは別と行かなくとも、その会社を辞めて転職をしたから、で、そこの転職した先でも普通になんとかなってたから、だから別に1年ぐらい辞めたとて、なんかなんじゃないのっていうのが伝わったんじゃないかな。あと最終的には本気なのかっていうところで、で、1枚ペーパー作ったじゃん。期間さ、行く予定の国と、あとこういうことに考慮します。保険はこういうのに入っております。ペーパー作って、こういう感じのラインナップになっておりますっていう。仕事みたい。レポート1枚書いて。その方が安心するんじゃない？タツさんの考え、今時でいいと思います。若い時にできなかったことって一生後悔すると思います。ケンピロさんありがとうございます。来年僕らも夫婦で世界一周ぜひぜひ。そうですね。なんか、確かに自分も辞めるときに、同い年ぐらいとか、30代半ばぐらいの人は多少なんか大丈夫なのとか、こう反対ではないけど、なんだろう、背中をドンって押す感じではなかったけど、50、40、50代のうちのご両親と同じぐらい、両親と同じぐらいの年齢の人は、同じことを大体言ってて、俺が若かったらやってるなとか、羨ましいなとかっていう、いけいけいけみたいな感じだった。面白いね。なんか世代によって違うのは。なんか羨ましいなの、なんか目線がやっぱ違くて、同世代は羨ましいなと言いつつ、やろうと思えばできるんだけど、やっぱり家族もいて、なかなか自分たちではっていういけない人は、なんか帰ってきたら感想聞かせてねとかって、飯行こうぜとかっていう、なんか自分が体験できないことを体験してきてくれるから、それを共有してみたいな、写真送ってみたいな言われたよね。一番美味しかったビールはどこの国のビールですか？チェコだね。チェコだね。チェコだね。チェコは安いし、なんかチェコのビールを元にして日本のビールが作られてるから、なんとなくその懐かしい感じっていうか、飲み慣れてる感じもするしで、チェコが美味しかった。チェコ美味しいね。結構私アフリカの薄い感じのビールも好き。タンザニアとか、ザンビア、ナミビアとか、海がある国のビールはちょっと薄いよね。そうだね。美味しかったね。あと、なんかヨーロッパ来てワイン美味しいなってなってきた。イタリアとかもそうだし、ポルトガルもワイン美味しいし、アフリカだけど南アもワイン安くて美味しいし。レストランとかこう歩いてて飲んでるものを見ると、チェコは圧倒的にビールだし、あの辺の中央、オーストリアとかハンガリーとか圧倒的にビールだけど、ポルトガルは半々ぐらいかな。ビールとワイン半々だね。イタリアなんかはワインの方が多かったね。カクテルも、ね。フランスもワインになる、ワイン良かったね。いいよね、テラスでさ。みんな昼間から飲んでる、昼間からやってるんだよな。やっちゃってるみたいな。なんかうちらみたいな毎日が土曜日みたいなさ人は昼からやってもいいんだけど、明らかになんかそんなに昼から行っちゃえる人いるかなっていうのが平日にいっぱいいるんだよな。不思議で仕方ない。みんなどういう生き方をしているんでしょうね。どういう生き方をしてるんでしょうね。本当にお酒好きは
面白いね。世界のビール、世界のワインとか。そうだね。だからその国で一番飲まれてるものをやっぱ飲んでみるっていうのが、まあ、やっぱビールかワインがやっぱり一番飲まれてるっていうとそれになっちゃうんですけど、まああそこアイルランドでウイスキー、アイリッシュウイスキーを飲んだけど、まあ美味しいんだろうけど、ちょっとまだ大人の味だったね。私たちはまだハイボールで角ハイで十分です。そう。角ハイもちゃんとしたサントリーさんの、そうやつなんだけどね。グラス、ちっちゃいグラスにさ、試飲があってさ、多分すごいいいウイスキーだからさ、ハイボールにできますかっていうのも聞けなかったな。聞ける雰囲気。あれは多分ストレートかロックで飲むやつなんだよ。ここに炭酸入れるのかジャパニーズって言われたら、なんかはずっと思うから。ね、ちょっとできなかった。ドンさん、ありがとうございます。疑似体験。インスタと YouTube で疑似体験ありがとうございます。ドンさんはいつも最初にコメントをいただけるので。そう。ドンさん、コメントないとさ、ドンさんどうしたみたいな。大丈夫かな熱でも出たかなっちゃう。旅を始める前にやっておけばよかったと、今、後悔していることはありますか？ケンピロさん、ありがとうございます。後悔ある？そうだな。私は、どうだろうな。後悔は、でも、英語をもっと、なんだろう、勉強しておけばよかったなっていうのはあるね。そうね。まあ、英語に関してはさ、もう終わりがないから。そう。でも、やった方じゃん。そうだね。直前にさ、オンライン英会話でさ。まあ、うちら英語は、まあ、あんまりできないけど、気合と根性で、なんとかしてきたから。あと、後悔してまではないけど、レーシックの手術とかはちょっと検討してもよかったかも。やっぱね、コンタクト結構邪魔じゃない？邪魔。液も買わなきゃいけないしさ。レーシック手術は一つありだったなって思います。そうだね、じゃあここからカバン持ってくれよ。スリの手口。スリの手口。そう、私たち半年間ポルトガルまで旅行してきて、もちろんぼったくられたことは何度もあるんですけど、スリとか、それこそスキミングされて不正利用されたとかが一回もなかったから、すごい平和ボケしてたんですよね。で、その油断している時に、タツさんのカバンからパスポートが入ったポーチごと盗まれて、パスポートとクレカと、あと空港のラウンジで使えるプライオリティパスと現金40ユーロぐらい。今、盗まれた時のカバン。このウエストポーチ、ウエストポーチで、これを、本当にこればっかりはもう自分が悪いんだけど、後ろにかけてて、こうやってかけてて。そう。でも鍵かけてて、実はこうやって。ただこれが、ちょっとね、本気出せば、ちょっと開くんだよね。ちょっとだけ。で、そこから、ちょっとだけ開くんだよね、ここが。で、ここから中のポーチをズルズルズルって引きずり出された。しか考えられない。けど、盗まれた瞬間が分かんなかったんだよね。分かんない。気づかなかった、気づいてない。で、後で思い返せば、一回後ろからぶつけられた記憶があって、なんかあの時ぶつかってきたなと。でもその時は別に何とも思わなくて、で、
一杯飲もうかっつって、ハッピーアワーの店入って、ビール2杯頼んで、ビール2杯って言って、席着きます、カバンを下ろします、開いてるってなって、で、中開けたら、その、パスポートとかが入ってるポーチごとなくなってて、スンってなって、うわー、やられたと思ったら、ビールですって来て、2杯。今ビールかと思って。人生で一番味しないビールだったわ。ちょっと泡なめて、とりあえず乾杯だけするかっつって。ちょっと待って、もういいですって言われて。あげるって言われた。9割残した。まあ、反省点は、カバンを前じゃなくて、後ろに背負っていたっていうこと。あとは鍵の欠陥性だね。まあ、カバンの持ち方じゃない。まあそうだよね。油断してたんだよ。完全に油断してたよね。もうポルトガルに入って、もうヨーロッパから出る航空券も取ってたから、もうヨーロッパも終わりだねって。あそこはよかったね、これよかったね。でも海沿いが一番いいよねって言って、ポルトガルやっぱ最高だよねとか言って歩いてたら一瞬にしてあの夜長かったな。長かった。で、気づいたのが、夕方の6時ぐらいで、もう日本大使館は5時で閉まっている。やばいやばいやばい。これどうしようってなったんだけど、まあどうしようもないから、一旦できることだけやろうっていうので、急いでクレカの利用停止はして、おかげで不正利用はないんだよね。クレカ利用停止手続きして、で、パスポート発行するためには、警察が書いてくれるレポート、まあ、被害届が必要だから、とりあえず警察には行こうっていうので、まあ、よくあるんだろうね。ポルトガルってさ、観光客専門の警察署があって、ツーリズムポリスステーション。そこに行けって言われたんで、そこに行って、レポート書いてもらったね。面白いのがさ、悲壮な顔をした他の国の観光客が何組かいたな。いた。カップルだった。カップルだったな。前の人のペーパー見たけど、iPhone13、14かなんかが盗まれたとか。でさ、自分たちの番来てさ、どっから来たんだジャパンって言ったら、お、スリーって聞かれた。ストール盗まれたのお、スリースリースリーって言って笑いながら言われて、ちょっとぶん殴りそうになったね。日本人いっぱいすられてんだろうね。で、まあ、夜だイタリアは本当に気をつけた方がいいです。ローマは特に多いって聞きます。で、クレカ止めた。警察署でレポートを受け取った。で、大使館は閉まっていたものの、次の日が金曜日でまだ平日だったから、金曜日すぐさま行きたいですっていう旨を大使館にメールで連絡したんだよね。で、まあ、アポじゃないけどね、午後1なら空いてそうみたいな感じで返信がもらったから、じゃあ明日行くかっていうのと、パスポート再発行のために戸籍謄本の原本、しかも発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要っていうのを大使館から教えてもらって、それ持ってますかって言われて、自分ら戸籍謄本持ってきてたんですけど、まあ、出発してからもう半年以上経過していて、ちょうどね、有効期限が切れてるやつだったから、やばい、これないと発行できないってなって、急いでね、タツさんのお父さんに連絡をして、まだ日本時間の朝5時だよね、その時。で、本当に申し訳ないっていう感じで、朝一で戸籍謄本を取ってきて、で、原本が必要だから、とりあえず、うちらの予備で今いるアパートメントの住所と、あと日本大使館、ポルトガルのに送ってくれっていうのを頼んで、お父さんが勝手に承知っていうことでね、迅速に対応してくれたね。ありがたい。マジでお父さんいなかったら大変な、偉いこっちゃ。偉いこっちゃ。で、次の日、まあ、午前中は予約でいっぱいだから午後1で日本大使館行ったら、まあ、他の書類、まあ、パスポート用の写真2枚と、あと警察署へのレポートと、あとなくしたパスポートのコピ
と、あと戸籍謄本は今郵送中です。ただ、送っている戸籍謄本の写真はあります。写真データはあります。っていうのを伝えたら、分かりましたっていうので、後日、戸籍謄本は大使館宛に送るとして、並行して手続き進めますねっていうので、スムーズにパスポート発行の手続きを進めてくださって、今週の水曜日には受け取れることになりました。多分最速だと通常で10日から2週間程度って書いてあって、でも5日だよね。5日なくしてから5日。6日か。6日だね。木になくして水だもんね。いやもし戸籍謄本がなくとも、例えば身分証明書、国際免許証とか、運転免許証、何でもいいから、それがあれば、帰国のための渡航書っていう、日本に帰るだけのものは発行してもらえるんですよ。だから戸籍謄本が取り寄せられない場合は、そちらをもらって、日本に帰って、で、また自分でパスポートを発行してっていう道筋も見えて、これ帰んなきゃダメなんか。いろいろ考えた。とりあえず寝ろって言って。とりあえず寝ろって。もう夜中2時とか3時ぐらいまであれよこれ、日本時間はもう朝だから。考えても事態は変わらないんだから寝ろって言われて。LINE でうちの父親にも、もう今日何もできることないんだから休めって言われて、そうだなっつって。夢でパスポートを返ってくる夢は見たけどね。その日に。それは嘘ですよ、さすがに。いや、さすがに嘘じゃない。本当？いや、でも、自分たちのお父さんの迅速な対応と大使館の便宜を図ってくれたものと、あとは自分たちの動揺しながらもさ、できることを最大限やったっていう、あれはなんか褒めたたえたい。褒めたたえたいね。自分たちを褒めたい。いやー、アイナが冷静だった、マジで。いやでもなんか目の前で今まで見たことないぐらいタツさんが動揺してて、なんかスンってなっちゃった。うわ、マジか、めっちゃ動揺してるじゃんみたいな。いや、今まで生きてきて一番動揺したかもしれない。一番、なんか、はぁって、うろたえる。どうしよう、どこでってずっと言ってるから、それよりも先にクレカ止めようみたいな。そう、言ってることは正しくて、それもなんか、ね、過去のことを考えてもしょうがないっていうのもわかる、頭ではわかるんだけど、なんかもう、あ、そうだよね。みたいな。でも不幸中の幸いだったのがいろいろあって、まず物を取られただけで済んだ。そうだね。これ場所が場所だったらナイフで刺されてたりとか、それこそ銃で脅されてて撃たれたりとか、そういうのもあったから怪我しないでよかった、ね、気づかないぐらいのね。それがまず一つと、あと盗まれた場所が、日本大使館がある場所、でしかも大使館があるかつパスポートの発券機もある、スムーズに発行ができるっていう場所でよかった。あとは、延泊が余儀なくされてるんだけれども、まだ比較的物価が落ち着いている場所だね。これがアイスランドとかスイスとかイタリア、フランスだったらちょっと厳しいよね。そうね。フランスもだったらうちらニースにいたじゃん。で、多分日本大使館ってパリにしかないと思うんだけど、そういう場合とかも考えると、首都にいてよかったね。よかったと思うし。しかも今いるアパートから徒歩圏内で大使館だった。ピンチがチャンス。そうですね。そうね。だからなんかこれから中南米編が私たち始まるんですけど、そこ行く前に気緩んでるから気引き締めなよっていうことなのかなっていうのと、今まで結構急ピッチで35カ国回ってきたから、これを機にゆっくり休めっていうことかもしれん。女性のが
君も座ってんのよ、だって。いや、でも自分のことだったら多分うろたえちゃうか。まあ、言ってもさ、他人の、しかもさ、自分が悪いわけじゃないし、自己責任の範疇の出来事だから、すごい客観的に、めっちゃうろたえてるみたいな。まあね。怪我なくてよかった。その通りだね。日程の影響が少なくて本当に良かったです。そうなんです。26、木曜日にスペインのバルセロナから次の中南米メキシコに飛ぶ飛行機をすでに取っていて、で、最終スペインをゆっくり回って、バルセロナでゆっくりして行こうかっていうので、その飛行機もほぼ無理だろうって思ってたよね。もうそれはもうほぼ無理だろう、捨てるしかないだろうな。この旅行で一番高い航空券。大陸移動だからね。で、それもその前日にパスポートをもらえるっていうことが分かったから、本来はそのバルセロナまで夜行バスとかでゆっくり20時間ぐらいかけていく予定が、そこでパスポートもらえるんだったら飛行機でバルセロナ飛ぶぞって即飛行機取って。スペインは観光ほぼゼロだね。1泊だけして。スペインはまたゆっくり来なよって感じ。そういうことだね。本当に日程の影響が少なくて。世界一周パスポートの早速帰国。そうなんですよ。そうですね。もう一時帰国しなきゃいけないかなって本気で思ったね。なんとか大丈夫でした。毎日投稿されててすごいです。休んでる時間ありますか？あるよね。だいぶ、移動が多いから、移動をどう捉えるかですけど、うちらは移動中結構しっかり寝れたりするし、ね。あとそんなさ、夜遅くまで出歩いたりしないから海外だと、もう暗くなったら宿に戻ってご飯食べて空いてる時間ダラダラしたり編集したり、だね。YouTube の編集は全部タツさんがやってて、インスタは全部私がやってるから、おのおのね、作業したり。そうね。私も5年後の退職で世界一周。素敵。5年後。すごいな。素敵素敵。世界一周を行くって決めると何がいいかって、そこまでのさ、準備が楽しいし、その準備の期間は多分忘れないよね。準備楽しかったね。やらなきゃいけないこととやりたいことの狭間で揺れる感じね。なんか結婚式の準備に似てる。お祭り感。やらなきゃいけない、ビザ取らなきゃいけないとかっていうのと、あとはなんか予防接種とかっていうやらなきゃいけない系と、あとは観光地とかお酒とか調べるのってやらなきゃいけないことではないんだけど、それやってると楽しくて、永遠となんか YouTube 見たり、なんかこうめっちゃ YouTube 見た、旅してる人の荷物紹介とか。それが楽しいから、あっという間に時間食われるけど、やらなきゃいけないことが全然進まないみたいな。旅の様子はすごく参考にさせていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれスタイルもあるだろうし、うちらも出発してみて、なんとなくこういうふうに、こういうリズムで行くのが楽だなとか、3泊とか4泊あると余裕があるなとか、なんか移動もこれぐらいの長さだったらいけるなとか、これ以上かかるとちょっと1日潰れるなみたいな、疲れちゃって。YouTube も見たり、編集タツさんもやってたね、その出発前からサイトっていうか買って編集したり。初めてだね。この旅行をするためだけに YouTube の編集をやり始めたので。YouTube の編集方法を YouTube で勉強してるね。今、何でも YouTube で学校みたいになってるからね。でももうあっという間に、やばい、9時過ぎてるからさ、なんかドラマ始まってんじゃん。9時過ぎてない？いや、夜の9時過ぎてるじゃん。日曜劇場始まってんじゃん。25分しか見てた。通算か。通算じゃない？今いるのは
そんな感じですかね。そうね。だからもうすぐ、だから配信が1時間になるってことでしょ？そしたら、いい感じで切り上げましょうかね。25人見てるよ。本当だ。甘いワイン飲めるなら、モスカテル。今晩行くか。2人で世界一周することならではの良さ。なんだろうな。興味が多分バラバラなところがあるから、アインランドだけ興味がある。絶対行きたいってところに行くと、あ、そういう面白いところがあるんだみたいな。逆もしかり。それはあるかな。自分一人だったら絶対行かないような場所とかにも行けるし、あと、やっぱお金面で言うと、ご飯一つとっても、海外ってさ、でかいじゃん、量が。だから結構一人前頼んで2人でシェアできて、その分いろんなものを食べられたりとか、あとは、なんだろうな、宿もね、こうエアビーとか1泊さ、7000円とかしても、1人当たり4号で、3号で、この綺麗な設備かってなると結構お得かったり。あとはなんか、同じことをさ、経験したり見ててもさ、感想って違うじゃん。そうね。だからそれを共有したりすると、なんかそういうものの見方、捉え方あるんだとか、そういうのは面白い。一人でこう消化するよりも、相手の考えとか知れたり、ああね、みたいな。そうね。まあ、確かに、もう行動は絶対変わるよね。一人だけだったら、行動は絶対変わるし。そうだ、荷物見ててもできるしね。そうなんだよ。2人だと。それでかいかもしれない。チケット買うから一人は、で、一人荷物見ててっていうのができたりする。とはなんだろうね。まあ。こちらこそありがとうございます。丁寧に。ありがとうございます。なんかうちらまだ半年、逆に言うとまだ半年あるので、こんな感じでライブをね、YouTube がもうリアルタイムじゃないからないので、もう今、キプロスにいるのかな ?YouTube はね。YouTube は。それも見ていただいて。エスカマリさん。いつもコメントいただける方、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。で、YouTube もね、ありがたいことに登録者がたくさん登録していただいて。びっくりだよ。びっくりだよね。やっぱり、モチベにはなるね、すごい。ドンさん、じゃあ今日、それでモスカテルを飲みに行って、で、ケントさんのでつまみを買うと。ビールとつまみを買う。もう、今日決まりだな。決まり。天気あれが明日か、今日か。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。多分お酒に全部消えます。お酒に消えます。すごい。もうあと、そろそろお開きにする。そうだね。ちょっと YouTube の予約方法はまた勉強します。勉強します。次回も、どんな感じですよね。なんか質問があって、それに答えていく方が、なんか面白いなと思った、自分たちも。自分たちが喋りたいことって、なんか、あるようでないから。確かに、ない。あ、ひなこ。ありがとう。すりに気をつけます。でも次パスポートなくなっても対応も慣れてるから。そうだね。あれやって、これやって、これやって。戸籍謄本だけだね。予備で。予備で。もう絶対に嫌です。ね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。明日月曜日か。明日月曜日。明日から、明日お仕事の人もお休みの人もみんな
ゆっくり休んでください。私たちは休日が続きます。すいません。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。終わります。これ終了すればいいの？いや。ちょっと待って。終わります。終わります。Have a nice trip. Thank you. どうやって終わるのかな？終わります。はい。あ、OK。